剣と光る木。昔々、小さな貧しい町に、剣という男の子が住んでいました。剣の家はとても小さくて、お母さんと二人で暮らしていました。町では食べ物が少なく、人々はみんな痩せていました。剣は毎日お腹が空いていました。でも、お母さんも同じくらいお腹を空かせていることを知っていたので、何も言いませんでした。ただ、夜になるとお腹がグーグーなって、なかなか眠れませんでした。ある日、ケンは決めました。森に行こう。食べられるものがあるかもしれない。そして朝早くに家を出ました。森に入ると、草の上に白いウサギがいました。まるで待っていたかのように、ケンを見つめています。こんにちは、坊や。どこへ行くんだい？食べ物を探しに行くんだ。ケンは言います。ウサギはふわふわの耳をピンと立てると優しく言いました。それなら森の奥にある大きな光る木を探しなさい。その木の実を食べればお腹がいっぱいになるよ。本当に？どこにあるの？まっすぐ進めばいい。でも道はとても長いよ。気をつけるんだよ。うん、ありがとう。ケンはお礼を言って、ウサギに手を振り、森の奥へ進みました。またね、坊や。ウサギはにっこり笑いながら、森の奥へ消えていきました。しばらく歩くと、目の前に川が流れていました。水は冷たくて深そうでした。橋はなく、向こう岸へ渡る方法がありません。どうしようと思っていると、茶色の狐が現れました。困っているようだな。向こう岸に行きたいんだ。でも水が冷たくて。狐は尻尾をふわりと揺らして言いました。川を渡るには石の上を歩けばいいんだよ。ただし、焦ると落ちるぞ。ゆっくりゆっくり慎重に進むんだ。ケンは大きく息を吸いました。そして石の上を一歩ずつ慎重に歩きました。水はとても冷たく、足も震えましたが、ゆっくりと進めました。やっとのことで向こう岸にたどり着くと、狐はにっこり笑いました。よくやったな。さあ、先へ進みな。ありがとう、狐さん。バイバイ。気をつけてな。狐はふっと笑い、森の奥へ消えていきました。森はどんどん暗くなり、木々の影が長く伸びていきました。どこを歩いているのかわからなくなってきました。その時、木の上から声が聞こえました。迷ったか？見上げると、大きなフクロウがケンをじっと見下ろしていました。どっちに進めばいいのかな？ケンがそう聞くと、フクロウは言いました。それはお前が考えることだ。左に行けば険しい山道。
右の道は静かな道。どちらを選ぶ？ケンはしばらく考えました。静かな道の方が楽そうだけど、何かが違う気がしました。山道を行くよ。フクロウは目を細め、満足そうにうなずきました。いい選択だ。楽な道ばかり選んでいては、光る木にはたどり着けない。うん、わかった、ありがとう、フクロウさん。またどこかで会おう。フクロウは静かに羽を広げ、夜の森へ飛び去っていきました。山道を歩いていると、大きな岩の陰に黒い洞窟がありました。入り口には何かが光っています。もしかして宝物かもしれない。そう思ったケンはゆっくり洞窟に入っていきました。中は暗くひんやりとしています。でも奥に何か光るものが見えました。もう少し、もう少し。その時、背後からガラガラッと大きな音がしました。振り向くと入り口の岩が崩れ、道が塞がれてしまいました。出られない。ケンは必死に岩を押しましたが、びくともしません。涙が出そうになりました。そんな時、小さなコウモリが飛んできました。出口は一つじゃない。落ち着いて探すんだ。ありがとう、コウモリさん。探してみるね。気をつけるんだよ。コウモリはひらひらと飛び去っていきました。やっとのことで洞窟を抜けたケンは山道を歩き続けました。すると道の真ん中に大きな、それは大きなクマが座っていました。ここを通るには力を見せてもらおう。ケンは驚いて足を止めました。クマは怖そうに見えましたが、じっとこちらを見ている目はどこか優しげでもありました。力といっても戦うわけではない。これを動かせるか？クマが指をさしたのは大きな石でした。ケンは石に手をかけ、力強く押してみました。でも重すぎてびくともしません。動かない。お前はどうしたい？クマが聞きました。ケンはすぐに答えました。動かしたい。するとクマはにっこり笑って、ならやってみろ。ケンは力いっぱい押しました。手が痛くなっても足が震えても絶対にやめませんでした。すると石が少しずつ動きました。やがてコロンと転がりました。クマは満足そうにうなずき、よくやった。お前は強くなったな。ケンは息を切らしながら言いました。ありがとう、クマさん。またね。また会おう。クマは大きな体をゆっくり動かして森の奥へ去っていきました。山を越えると目の前に大きな光る木が立っていました。
金色の光が柔らかく森を照らして、枝にはたくさんの美味しそうな果物がなっています。ケンはそっと果物に手を伸ばしました。その時、小さな鳥が飛んできました。待って、この果物は誰かと分け合わないと食べられないよ。ケンはびっくりしました。どうして？この木は優しい心を持つ者にだけ実を与えるんだよ。ケンはしばらく考えました。そして自分だけではなく、お母さんのためにも果物を取ることにしました。お母さんと分けるから大丈夫。すると、木の光がもっと明るくなり、たくさんの果物が落ちてきました。鳥さん、ありがとう。優しい心を忘れないでね。鳥さんは言いました。鳥はチチチと鳴きながら青い空へ飛び立っていきました。ケンは果物を大事に抱えて町へ帰ることにしました。家に帰ると、お母さんはじっとそれを見つめて、そっとケンを抱きしめました。その日、ケンは久しぶりにお腹いっぱいご飯を食べました。あったかい果物の甘さが心にじんわり広がりました。次の日も光る木に行くと、また果物がなっています。ケンはそれを町の人たちにも分けることにしました。すると、町のみんなが少しずつ元気になりました。ケンは成長していきました。昔のように、僕お腹なんて空いてないよ、と嘘をつくことはなくなり、困った時もすぐに諦めず、自分で考えるようになりました。その夜、ケンはお母さんのそばで横になりながら、小さな声で言いました。光る木、ありがとう。おやすみなさい。優しい風がふわりと吹いて、ケンのまぶたはゆっくりと閉じられました。おしまい。